皆さんこんにちは。ザ・ウィーキッチンへようこそ。今日はライスペーパーで作るネギパンケーキ葱油饼を作ります。はい、まずネギを小口切りにします。上の部分をハサミで切っていきます。下の部分は包丁で小口切りにします。はい、ネギを切ったら器に入れて塩コショウとごま油で味をつけます。調味料を全部入れましたらスプーンで混ぜ合わせます。はい、これで OK です。次、ライスペーパーをぬるま湯で戻してまな板に広げておきます。ライスペーパー濡れてる場合、焼くとき破れやすいので、キッチンペーパーで余分な水分を簡単に拭き取りましょう。ライスペーパーの手前から2、3センチのところに青ネギを乗せ、その上にさらにミックスチーズを乗せます。そして手前から巻いていきます。ライスペーパーをギュッと詰めながら巻いていきましょう。はい、1本にまとまったところでさらに端から渦巻き状になるように巻いていきます。よし、これで OK です。見てください。いい感じでしょう。はい、もう1個作っていきます。まずライスペーパーをぬるま湯で戻してまな板に広げておきます。そしてキッチンペーパーで余分の水分を拭き取りましょう。ライスペーパーの手前から2、3センチのところに青ネギを乗せ、その上にミックスチーズを乗せていきます。手前からライスペーパーをギュッと詰めながら巻いていきます。1本にまとまったところでさらに端から渦巻き状になるように巻いていきましょう。はい、これでできました。いかがでしょうか？簡単でしょう？巻き終わったら手のひらで軽くパパパッと潰しながら平らにします。はい、こんな感じです。 OK。 では焼いていきましょう。フライパンにサラダ油を少し引いて熱します。ネギパンケーキを並べていき、中弱火でじっくり両面を焼きます。ライスペーパーを加熱すると破れやすいので火の加減を注意しながら焼いていきましょう。お好みで途中からごま油を回し入れると香ばしさがアップしますよ。フライパンで焼くとき、ヘラなどでギュッと潰すぐらいにプレスをかけて薄くしますのがポイントです。私が作るときあまり押し潰さなかったので焼き色が薄かったんです。はい、皆さん作るときぜひ、押し潰さながら焼いてみてください。はい、両面に焼き色がついたら OK です。このようにライスペーパーは破れやすいので、焼くときぜひ火の加減を調整しながら焼いていきましょうね。
はい、できました。もちもちカリカリのとろりチーズのネギパンケーキが完成です。おー、見てください、見てください。ほほほほほほ。もちもちととろりチーズ。最高でしょ？